おはようございます。阿部義俊です。今回は珍しく、やや緊急気味に動画を回しております。今日は4月の20日で土曜日で、家族で、なんとなく吉祥寺に買い物に行って、で、ちょうどその上の子が小学校6年になって、学校ではシャーペン禁止されてるんだけど、塾とかで使いたいということで、シャーペン1本買ってあげようと思って、吉祥寺のロフトに行ったんですけど、ロフトに行って、たまたまちょっと、見たら、もう絶対手に入らないと思って、半ば諦めていた三菱のそのクルトガメタルという、その今日発売のシャーペンが、普通に売られていて、お一人様1本までで3種類色があったんですけど、数量限定とかされていましたけど、普通に売られていて、普通に買えて、子供に買いに行ったのに僕の方が喜び勇んでシャーペン1本買ってしまうっていう、ような状態で、子供にも、ちょっといいのを買ってあげようと思って、クルトガでも良かったんだけど、自分がその書き味がすごくいいよって話をしてたのと、ちょっと木軸のペンに興味出てきていたみたいだったんで、S20 を買ってあげました。これもなかなかの子供にはちょっとお高いかもしれないけど、大事に使ってくれるといいなと思いつつ、そんな感じで、クルトガの、メタルが手に入りました。いろいろ僕自身は絵を描くために、シャーペンを使っていて、文字を書くのに使うとか、学生さんみたいに勉強のために使うとかほとんどなくて、完全に絵を描く画材として、シャーペンを使ってるんで、正直なところ、実は僕そのクルトガダイブってその上位モデルというか、この前に出たモデルも持っていて、だけどこれまたすげえいいシャーペンなんだけど、僕自身はこれをそうだな、思ったほどは使っていなくて、完全に宝の持ち腐れなんで、正直これの出番がそれほどなかった時点で、ちょっとクルトガメタルもどうかなと思ってたんだけど、ちょっと現物見たら本体の質感とかがすごく良くて、ついつい買ってしまいました。で、なんでそのクルトガシリーズについてあまり使わなかったのかというと、今話がぐるぐるしちゃったけど、僕はその絵を描くためにそのシャーペンを使っていて、クルトガみたいなその複雑な機構のある、文字を集中して途切れなく書くためについているいろんな機能みたいなものがあって困るものではないんだけど、でもちょっと邪魔になる場面があって、要するにクルトガっていうのは多分この芯のそのコツコツという圧が加わった回数でカウントしてるんじゃないのかと思うんだけど、書くたびに芯の先が少しずつ回っていって、常に芯がいい角度になり続けるというような、よくこんな小さなものの中にいわゆる電気で動くような動力とかも持たないで、よくそんな機構を搭載するもんだなとびっくりするんですけど、そういう機構があって、芯がいつもクルトガなんで、いつも芯の尖った部分が紙に触れていい書き味をキープしてくれるっていうものではあるんですけど、でそれが文字を書く人にとっては非常に書きやすさというか、いつも芯のピンと尖ったところが当たって、多分気持ちいいわけですよ。それで集中力が続くとか、だから勉強してる学生さんとかに人気のモデルだったりするわけですけど、その絵描きの自分としては正直ちょっと勝手に回ってくれるなみたいなところがあってですね、これ前の他の動画でも喋ったけど、描いてるじゃないですか。こういうふうに同じ角度で描いてると、当然芯の先があったら、紙があって、こういう形で芯が仮にあったとするじゃないですか。それがもっと派手に斜めに描けばよかったな。紙があって、そうするとこういうふうにこの角度で描いてたらこうなるわけじゃないか。そうするとクルトガの場合はこの芯がくるくると回っていってくれて、ここに対してだからこっち側の面がだんだん回っていって、緩やかに回り続けるから、この急に180度回転したりはしないけど、こんな風に回っていって、常にこのとんがった方の面が紙に当たり続けるっていうものなんだけど、自分自身は絵を描いていて、こういう風に平らになった時に自分の中でペンを回してこの書いていくうちに、自分の中でシャーペンの芯の先が紙に当たってどんな形になってるのかをなんとなく頭の中にイメージできるようになってくるんですね。鉛筆でずっと絵を描いてると。で、平べったく塗りたい時はこの角度でもって、ちょっと尖らしたい時は自分でちょっとペン先を回すんですよ。だからそういう癖がついていて、
目とか細かい作業入る瞬間にちょっと回すみたいな自分クルトガなんですけど、そういう癖がついてるんで、勝手に回ってくれなくてもいいんだけどなっていうのがあって、じゃあなんでクルトガ買ったんだって言うと、この時もそうだったんだけど、デザインが良かったり、その機構がちょっと面白そうって思ったりして、ついつい誘惑に抗えずに買ってしまったわけですよ。で、今回も買っちゃったわけですよ。ただそれはそれとして、ちょっともっとラフを切る時とか、何かこれにはこれのその使い道があるだろうと思っていて、なんでしょうね、シャーペンも昔から使ってたのもあり、シャーペンとか画材というか文房具に興味が出始めてから買い揃えたものもあり、気づくとその古くなったやつとかでちょっと処分したものもあるんだけど、この辺りのペンを日頃、よく使っているわけです。結構仕事に使うってこともあって、その YouTube なんか見てると文具系の YouTuber の人たちが、これはいいこれはいいって言ってるのを見るたびに欲しくなっちゃって、ついつい買ってしまったものとかもあって、いろいろちょっと揃っているわけです。ロットリングがあったり、これグラフギア、これは割と、グラフギア1000円だからこれは1000円なのかな。学生さんがよく使うモデルというイメージがありますけど、でこれ今買ってきたクルトがメタルで、これは、文具系の YouTuber の、一番有名な方だと思うけど、シーサーさんという方が、その人気に火をつけたと言われている、ドイツのそのカベコのカベコスペシャルですね。僕もそのまんまと載せられてというか買ってしまって、カベコスペシャルに関してはちょっともうクルトガからちょっと外れてシャーペン全般の話になっちゃうけど、カベコスペシャルに関しては、0.9 ミリっていうのを買ってみて、今 0.5 ミリがいっぱいあったんで代わり種を買ってみようかと思って、ちょっと太めのやつで、こいつはだからラフを切る時とかに、あるいは広い面積を塗りたい時とかに使うんだけど、確かにカベコスペシャルとかすげえ持ちやすくて書きやすくて、0.5 とか 0.3 とかがまたちょっと欲しくなっちゃったりするんですけど、こいつはヘキサゴナルで、ステッドラーのステッドラーが出したカベコスペシャルみたいな立ち位置なのかな。ステッドラーのシャーペンの中のハイクラスのモデルで、こいつは表面の質感が非常に良くて、ローレット加工とかされていて滑り止めが普通のシャーペンよくついてるんだけど、こいつはそれが必要なくて、ただ塗料が剥げやすいんで、僕のやつも大事に使ってきましたけど、先端の方塗料剥げ始めてますね。でこれはパイロットの S20 で、うちの子供をこれにしたんですけど、これはだから僕が今使ってる中で、だからこういうふうにいろんなシャーペンを並べていて、なんとなくその時の気分で手に取るわけですよ。でその時にいつの間にか S20ほぼ一択で書くようになって、だからその太いペンが欲しいみたいな時にそのカベコの 0.9 を出してきたりとか、こっちにオレンズがあったかな、 0.2 が欲しい時にちょっと細いの出したりとかするんだけど、でも基本的にはS20 に集約されて、これはだから自分が今使ってる中で、というか今まで使ったシャーペンの中で一番なんでだろうな、何がいいんだろうって、その突出した面白い独自の機構みたいなものがあるわけではないんだけど、バランスがいい、手なじみがいい、程よい合成、バランスが良い。で、ちょっとクルトガの話に戻ると、クルトガのメタルはダンパー機構って言ったかな、その古い方のって言っちゃなんだな、こっちが上位モデルなんで、このクルトガダイブの方は、非常にもう詰め込める機能を全部詰め込んだみたいなそのシャーペンなんで、クルトガエンジンがあって、その書くたびにちょっとずつシャーペンの芯が回って、その常にその尖った面をキープし続けるみたいな機能もついているし、その、回転のスピードをここでコントロールできたりとかで、さらに自動芯出し機能がついていて、その両方をつけたのがすげえなと思うんですけど、なので、シャーペンの芯ノックする必要はないんですよね。だからキャップを後ろにくっつけて、キャップを後ろにくっつけた状態でキャップを後ろにくっつけた状態だと、こいつはノックすることすらできなくなるんだ。だからもうノックはいらないっていうその明確な主張ですよね。書き続けられるっていう、そのノックも必要なく自動で芯が繰り出されて、でシャーペンの芯の先も回転し続けて、いつも書きやすい面が紙に触れるようになっているっていうそのモデルで、その代わりブレるというほどではないんだけど、ちょっとでもそんなこともないか。かすかにペン先にブレというほどではないけど、少し遊びみたいなものがあって、絵を描く画材としてはやっぱり合成が大事で、要するに僕はもともと鉛筆をずっと使っていたんで、鉛筆に関して言うと本当に全く機構が完全にシンプルなんで、ブレたりとかたわんだりということがほとんど全くなくて、完全に合成が高いわけですけど、シャーペンで言うとヘキサゴナルとかカベコとかこの S20 とかこの辺りは非常に合成が高くて、コツコツと
こう芯とこのなんかボディが完全に一体化しているような書き味で、クルトガのメタルに関してはこっちのクルトガダイブに比べてなんかダンパー機構が搭載されて、どういう感じになってるのかな。いわゆるこういう合成の高い、シャーペンにあるようなこの紙にペン先に当たった時のコツコツ感というか、この硬いタッチみたいなものはなくて、ちょっと衝撃を吸収してくれるような感覚があって、ちょっと柔らかめの書き味ですね、どっちかといえば。その分いわゆるそうだな、この2本をちょっと書き比べるとちょっと確かにそうかもな。このペンを置いてちょっと持ち上げる瞬間とかに何かこう内部の複雑な機構があるからなんだと思うんですけど、ちょっと一瞬こうフラッとするような感覚がっていうとちょっと大げさですけど、ほぼほぼ完全に一体化してるというか、合成が低いわけではないんだけど、でも確かにな、ちょっとこの内部の機構のせいである、少し遊びのようなものがあって、それがクルトガのメタルになって、ダンパー機構っていうのが入って、こいつ自身はだから自動芯出し機能がないんで、定期的に芯がなくなったらノックするんだと思うんですけど、こっちに比べると芯を持ち上げた時にちょっとカチャッとくるような感覚みたいなものがなくて、その辺は安定してますね。で、その代わりだから硬い書き味のペンシャーペンに比べるとちょっと柔らかめで、ただもしかすると疲れづらいかもしれなくて、これはこれで、非常にいいですね。なんか書きやすい。そしてここに今オレンジになってますけど、ここに窓があって回転の具合が分かるんですよ。今ちょうどオレンジになっていて、これがだから書いていくうちに、回ってってだんだん、これ見えるかな。白くなった。白くなりますね。だからオレンジになって白になってオレンジになってって、ここの変化で、芯が回転してるのがちゃんと分かるようになってるんですよ。ダイブの方もなんか機能があったかな。こいつも窓があるのか、もしかして分かる？でちなみにこいつはだからキャップを外した状態では一応芯のノック機構がついてはいるんですけど、そんなわけでだから確かにちょっとだけ遊びがありますね。それが、クルトガのメタルになってなくなったと。そして、こいつはなんかすごくメタリックな質感なんだけど、素材自体は多分プラスチックなのかな、なんだろうな、すごい軽い素材で、だからこの重厚な見た目に反して持ち上げてみると意外と軽いんですよね。軽くて書きやすくて、それは全然いいことなんだけど、ただなんだろうな、ここまで値段が高くてここまで作り込まれてるんだから、なんか金属のボディでもよかったのになと思って、でこいつはボディがある意味で、このペン先とこのノック部分が真鍮なのかな、なんか金属でできてるみたいで、触った感じも金属だし、表面の質感がすごい細かい砂地の凹凸があって滑りづらいし、光沢感が非常にマットで高級感があって、本体のデザインとか質感とかはめちゃくちゃいいですね。そしてこのローレット加工が金属で滑らないようにするために金属で溝をつけるタイプと、こういうふうにゴムのグリップにするタイプとかあって、どっちも良し悪しがあって、こういう金属の溝を作ってローレット加工で滑り止めをやってるタイプのやつは、例えばロットリングなんかが顕著なんだけど、これ滑らないんだけど正直ちょっと手が痛いんですよね。ロットリング大好きなんだけど、ロットリングのシャーペンちょっと使用頻度が気に入っている割には低くて、それは、ちょっと重たいっていうのと、このローレット加工が手になんか指先はまだいいんだけど、この押さえてる中指のここがすげえ擦れて、なんかタコがどんどん大きくなっていきそうという感じがして、ちょっと出番が低い、ロットリングのだったりするんだけど、こいつはそういう金属の溝のローレット加工なんだけど、手触りがいいんですよ。そして滑らない。でこれは、個人的にはすごくポイントが高いです。で見た目も綺麗だし、そしてローレット加工の幅が広くて、
僕の場合絵を描くんでずっとこの姿勢じゃないんですよ。ちょっと長めに持って大きなストロークで描いたりとか、ちょっとシャーペンを寝かしてちょっとこう塗るような描き方をしたりとか、いろんな持ち方をするんで、その時にこいつは、かなり、後ろのを握った時にもまだローレットがその指に触れるんですよね。で滑り止めになってくれてとてもいいです。ローレット加工とかが必要ない、例えば木軸、こいつは S20 は木なので、なんていうかな、あんまりツルツルしないというか、手にこうしっかり馴染む感じがあって、大丈夫で、ヘキサゴナルはその表面がやっぱりちょっと特殊な加工で、なんかね手に吸い付くような質感があって、これはこれですごいいいんですよ。たださっきも言ったけど塗料が剥げやすくて、もう剥げてきてますね。こいつもだから滑らなくていい。で例えばだからグラフ線とか、グラフ線のこのゴムのグリップは今のは金属の話で、ゴムのグリップはまあ素直にゴムなんで滑らないんで、いわゆる滑り止めで、いいんだけど、例えばこれとかすごく古いシャーペンで、パイロットのオプトっていうやつの 0.5 なんだけど、もうゴムが加水分解してちょっとねちょっとするんですよ。これもうダメだな。割と使ってきたやつなんだけど、これはなんか自動芯出し機構みたいな、なんかガッチャガチャのあるな。これ揺すると芯出るのかな。芯出ないな。でもフレフレシャープって書いてあるんだ。フレフレオンオフみたいなのあるのかな。ペンを振るだけで芯が出ます。もしかするとこれは古くて出ます。芯出し機構がもう死んでるね。ダジャレじゃないけど、あれかと思った。なんだけど、こいつはだからそのゴムのやつはその長年愛用しててもいつか加水分解が起きてゴムがネチョネチョしてくるじゃないですか。でそれはすごい嫌いなんで、あとは僕は練り消しを使うんですよ、消すのに。それは消しくずが出ないということと、絵を描くときに消すときってものすごい確かに綺麗に完全に消したいときもあるにはあるんだけど、僕のような鉛筆が細かいハッチングみたいなものを組み合わせて絵を作っていくタイプの絵描きの場合は、全部綺麗に消したいっていうよりはちょっとこう淡い弱い筆圧でちょっと撫でるように消してあげて、表面を少しだけ消したいとか、細く練ってで、例えば髪の毛みたいなものをこう白で描くみたいにやったりとかするんで、練り消しをよく使うんですけど、これが、金属のそのローレットのところもうかつにこれやると溝の中に入っちゃって後が大変だったりするんですけど、ゴムの方のここによくくっついて白い汚れになるんですよ。こいつが今すげえ汚れていて、セロテープでこうペタペタやって今取ってちょっときれいにしたんですけど、油断するとよくゴムのやつはなんか練り消しがよくついて汚れがちなんですよね。だったりするんで、僕的には金属のそのローレット加工も、ゴムのこのグリップもどっちも一長一短で、だからその金属だとちょっと指が痛くなることがあって、痛くなるってほどじゃないんだけどな、なんかでもちょっとこのザリザリがきつすぎて指先にとってあんまり気持ちよくないみたいなのでちょっと敬遠していたり、ゴムの方はゴムの方でちょっとベタっとしてきちゃうことがあって嫌だったりで、どうしたもんかってそのグリップについてはなんかねあんまりいい回答がないなと思っていたんですけど、そんな中でクルトガメタルのローレットは自分の中ではかなり評価が高いです。これだけでもちょっと使いたくなるっていうかいいですね。で重量のバランスも自分の中ではかなり、好みです。こいつ何グラムなんだかカタログを見ればいいんだろうけど、自分のスケールだと 17.6g になりますかね。17.6 ちょい重めぐらい、普通ぐらいか。ちなみに自分の好きな意外 S20 の方がちょっと軽いと思ったんだけど、 S20 は 18.2 とか、さっき 18.3 だったな、 18.32 あたりですね。だからちょっと S20 の方が重いのか、金属だからかな。持つとこっちの方が重く感じますね。なんか重量バランスのせいだったりするのかもしれないですね。この辺。S20 の方がちょっと重心が低重心寄りかな。でもこいつのその重心バランスとか重さとかは割と、好みであります。でロットリングが22.6 だからほんの数グラムだけど、やっぱり指先で扱うものは1グラム違ってもちょっと差を感じるんですよね。22.6 グラムなんで、こいつはちょっと重め。これも意外。クルトガダイブはキャップとかがでかいからか 19.1 グラムなんで、
クルトガメタルよりも、クルトガメタル 17.6 だから全然 2g ぐらいこっちの方が重いんだ。そうか。クルトガダイブよりもこっちの方がなんか重いと思ってました。自分の感覚が当てにならないというか、やっぱりなんか重心とか大きさに対する重さみたいなものもあって、クルトガダイバーだから見た目がでかいじゃないですか。だからその割には軽いなって感じるんですよね。でクルトガメタルの方が細軸なんで密度があるっていうか、なんか重いなって感じるんですよ。多分そういうことだと思います。これも意外だな。カベコも僕の中では金属で、こう持った時のこの金属の質感みたいなものもあって、ちょっと重めと思ったら、カベコはもっと全然軽くて 15.5 とか 15.6 とかそのぐらいだ。軽いな。測ってみると面白いですね。こいつはオレンズっていうシリーズの古いやつですね。今オレンズネロっていうやつが出て、それが、めちゃめちゃ人気ですね。それの一つ前のやつで、自分の中では意外、その最初の動画撮った時に自分は 0.2 のシャーペンが出てるなんて知りませんでしたみたいな話をしながら、そのところの机に置いてあったこいつが 0.2 なんですよ。だから自分で気づかないうちに買っていたっていうね。オレンズはちなみに芯が、このペン先の部分が、この金属のパーツのことなんて言うのか忘れた。このパイプの部分が筆圧がかかるとへこむようになっていて、それによって芯がその筆圧で折れるのを守ってくれてるんですよね。これまたこんな小さなパーツの中によくこんな仕組みを作れるもんだと思いますけど、ただこいつはそういう機構なので常にガイドパイプが、紙にちょい当たるんですよね。で、上なんかね縦目に描いてるとそんなに気にならないんだけど、ちょっと斜めに描いた時とかに、僕が絵を描くんでこれは斜めに、持つことが非常に多いんで、特にちょっと気になることが多いんだけど、ちょっとかすれるっていうか、金属が紙に当たってる感が微妙にあるんですよね。めちゃくちゃかすれることはないんだけどな。でも、オレンズは 0.2 なのもあって、ちょっともしかすると 0.5 とかを使うとまた感想違うかもしれないけど、ちょっと変わった筆色というか、紙にペン先が芯が当たる感触が独特ですね。だったりするんで、クルトガメタルの話をしようと思って目の前にシャーペン並べてみたら、なんか喋らずにはいられなくなっていろいろ喋ってしまったけど、クルトガメタルは変えてよかったです。そしてその迷ってる人に、ちょっと僕の使い方は絵を描くためのその画材としてのシャーペンなんで、特殊なんで参考にならないかもしれないんですけど、今言ったみたいにこのローレット加工とか本体の質感は極めて非常にいいです。で、やっぱり先端の形も絵を描くのに適してるっていうか、視界が広いのもいいです。製図用のシャーペンとかガイドパイプがめちゃ長いんだけど、それに比べるとちょい短いけど、でもやっぱりガイドパイプがしっかりと長くて視界のいい書きやすいシャーペンだと思います。そしてそのクルトガの機構で、その芯が回転しているのがこの覗き窓から見て分かるようになっていたりとか、クルトガダイブのような、だからそのずっと自動で芯を送り続けて、しかもその芯が回転し続けて書くことに完全に集中できますよみたいな、ものとはちょっと違って、こいつはノックをしなきゃいけないっていうのはあるんだけど、その分、クルトガダイブに比べてそのダンパー機能っていうのがついて、ちょっと書き上げ的には硬いゴツゴツとしたこの紙になってる感じのそのコツコツ感みたいなものはあまりないんだけど、なくもないな。でもちょっと柔らかい、確かにタッチになっていて、それが、好みが分かれるかもしれないです。その硬いこういうその壁子みたいなもののこのもう金属のそのボディがもう全くぶれませんよみたいな、ものに比べるとちょっと柔らかめなんだけど、それがもしかすると俺これちょっと絵を描いてみないと、まだこれが今初めて使ってる状態なんで、ちょっともうちょっと使わないと分かんないですけど、割と好みかもしれない。鉛筆とかも金属のボディとかほどなんていうかね、コツコツはしないじゃないですか。だけど合成自体は非常に高いじゃないですか。それになんとなく近い感じがしますね。程よいちょっと柔らかい感じはあるけど、合成自体は非常に高い。ボディも金属だし、このたわみみたいなものは全然ないので。でそのクルトガエンジンもだからそのさっき勝手に回ってくれないよみたいなことを言ったんだけど、でもそれもちょっと慣れれば大丈夫そう。なんかずっと書いてる時にいい角度を持ってってくれて、よりちょっとピーキーにしたい時にちょい回すみたいなことで、そうねをすればよくて、いや回す必要もないぐらいなのか。だからいつもでもね
これまただから字を書く人とちょっと違うんだけど、多分このコツコツとこの当たる回数で回転させてるんですよ。だから文字を書く時って、でかい字を書くことってあんまないじゃないですか。ノートの何ミリ形とかのこの枠の中で書くからそんなに大きな字じゃないですか。だから一画一画がそんなに長くないわけですよ。だけど絵を描いてる時は、こういうことをしちゃうんで、多分クルトガの想定していないようなその長い、そうだね、これは一筆としてやるから、これをやってる間は回転しないんですよ。だからクルトガ的にはちょっと何をしてるんだって思ってるかもしれないけど、思ったような回り方はしないんですよ。だからこういうことがあるので、書きながらちょっとやっぱり、尖った面を出したい時にちょい回すみたいなのはあるかな。そういうのも含めてうまく使いこなせていけると思うし、これはそうだな、書き味的には割と自分の持ってるシャーペンの中でもかなり上位に来るいい買い物だったと思います。いやー、シャーペンなんかもうさ、進化のもう極まっちゃってるような感じがするんだけど、まだ進化するんだね。なんかね、日本人のなんか特殊なちっちゃい工夫を積み重ねていく。面白くていいです。ということで、ちょっと取り留めなかったけど、クルトがメタルが変えてよかったなっていうのと、書き味的には絵を描く人間にとっても、クルトがダイブよりもこっちの方が絵に向いてるなと思いました。そして、このローレット加工がすごくいいってことと、この金属のボディの質感がとても良いということと、なんか長く使っていけそうな自分の主力の、一本になるだろうなっていう感じの、シャーペンでありました。ということでした。長々と。ありがとうございました。ではでは。